皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は桔梗朝の葉の刺し子付近を制作していきます。今回でこの模様に入って5回目の動画になります。よろしくお願いいたします。まずは振り返りしますね。1回目はこちらの模様を紙に一旦描いたものを見ていただきながら、こういう風に紙に書いて練習しましたっていう話をしました。2回目の動画ではその紙をもとに、実際にこの水色のペンで実線が引いてあるんですけれども、下準備済みのさらしにこの模様線を描いていく動画を投稿しました。3回目に入ってそこから実際に刺し子の方を始めていきました。こちらの糸を使って。3回目はまずは直線で、手前の外枠から反対の外枠まで途切れることなく進めるところ、あとは斜めですよね。さらしとさらしの間に糸を通すこともなく、こちらの外枠からこちらの外枠までひたすらこうまっすぐいける線、突き当たったら外枠で1センチくらい糸を重ねて、また進めるところを行って突き当たったらまた曲がってっていう、こういう風に行けるところを優先に刺し子していきました。4回目の動画もその続きになりますね。私の宿題として途中は進めているんですけれども、まだ4回目の動画では直線部分が残っていましたので、その残りの部分を刺し子しました。そして今回5回目になるんですけれども、前回の動画からさらに進めました。まずは直線で途切れることなくいけるところは全部刺し終わってます。で、今回はその次の段階の、模様の部分に入っていきますので、そうですね。前回に比べたら今回の方が、さらしをこうくるくると回すことも多いし、あれこれどっちだったっけって思うこともあるし、もしくは差し抜けしてしまう部分もあります。はい。前回よりは複雑になっていきます。なので、一応こうルートとかお話しさせていただきますけれども、前回よりは分かりにくいかな。自分も、迷ったり差し抜けしたりありますから。で、なおかつ、これでいいかなって手探り状態でやっていますので、今回は、その中でも、なんかね、スムーズにお伝えできればいいんですけれども、やっぱり分かりにくい動画になってしまうかなと思います。はい。でもやっていきますね。まず、これまでの指し順をお話しします。先ほど言ったように途切れることなくまっすぐ行けるところが終わりました。その後です。一部差し子してます。例えば、ここの真ん中ゾーンです。ここゾーン。はい、ここゾーンのこの中の部分。中っていうのは、こう三角形が敷き詰められてる感じになるんですよ。よく見ていくと。で、その三角形の中を埋めていってるっていう感じなんですね。ざっくり言うと。こっちはまだ埋まってないとこですよね。こういう風に三角形ができていくんですよ。はい。この辺りのこの三角形の中のこの線を埋めていって、で、私はできるだけ途切れることなく進めたい。この辺りは何を優先に考えるか、やりたいかで指し順も変わってくるかと思うんですけど、私の傾向としては、まずはこう糸をね、通したら、あまり切りたくないっていうのがあります。できるだけ長く刺し続けたいっていうのがあります。で、そのために、それで進めるんだったらいいんですけど、例えばこういうね、途切れることなくいける線が、みたいなこと話しましたけど、そういうところはいいんですよ。でもどうしても今回のこの三角形の中の部分の線を刺していくと、どっかでは、やっぱり途切れるんですよ。模様線がまっすぐ行っても途切れるかこう分かれてしまうんですよね。こうブーっとこうぐーっと行っててもどっかでこっちかこっちどっちかにこう行くかってなってどうしようみたいなこととか出てくる。
で、さっきも言ったようになるべく途切れることなく進みたい。で、そのために私は裏で重ねたりします。で、あとさらしとさらしの間に通す。針を通す。だから糸を通す。だけど、私は通すにしても、例えば、ここのラインをこう刺したとして、ここで途切れますよね。こっちかこっちかで行く。だけどここを例えばさらしとさらしの間糸通しちゃえば、ここまっすぐ通すだけ通して、あとここもからこうまた行けるみたいな。教科書的に言うと麻の葉模様なんかそういう風にあったりしますし、もちろん私もそういう風に刺し子する時もあります。ただ今回のこの模様に関しては私はできるだけこの横切るようには糸は通さない方を選んでるってことですね。そのためにこの線に沿わせてさらしとさらしの間に糸を通すっていうのはあります。だけど横切るようにはなるべくやってないっていうのをあえて選んで刺し子していますっていうことを優先に考えた刺し順になっているので、その辺は好みが入ってくるかと思います。途切れて切るのはそこまで苦じゃないよとか、横切るようにね通したっていいよとか、それをね、どの程度それでもいいって思うかは人それぞれなので、私はできるんだったらさらしとさらしの間糸通すにしても線に沿わせたように通したいとかね、なんかそういうのがあるので、その辺を考えた上での刺し順になってます。そうですね、ざっくりとした、細かくは言っていきますけれども、ざっくりとした流れで言えば、今このゾーンは差し越したんですよ。ここのゾーンで、それをこれどういう風に刺したかっていうと、もうちょっと細かくは言いますけど、大まかに言うと、まずこの間の中の縦ラインが引いてなかったんですよね。なので縦ラインを差し越して、その後にざっくりですよ、ざっくり言うと、ここの三角形を行き、この三角形をやり、この三角形をやり、この三角形をやり、交互に三角形の中を埋めるっていうのを交互にこうジグザグっていって手前まで行ったら、あとはその対になってる部分を交互に三角形の中を埋めていって、ここまで戻る。それをこう糸を途切れることなくやったってことですね。裏から見た方が分かりやすいかな。ここさっき言ったの、ここゾーン、ここの中のゾーンでまっすぐこうぐーっと行って、でこの三角形を中を埋めて、でこっちに来てこの三角形の中を埋めて、次この三角形の中を埋めて、はいこっち行ってって言って、この三角形をジグザグに行くんですよ。中を埋めてって、そしたら残り対になってるこの三角形の中をジグザグジグザグ戻っていって上まで来るっていう、これ大まかな流れですよ。今糸の大まかな流れを言いました。でそれを同じように今ここでこれ刺し終わってるんですけど、ここゾーンは刺し終わってるんですけど、私今ここゾーンでもやってるんですよ。ここのゾーンでも今やっている。なので一旦私はここの真ん中のこの線ですよね、これを刺したんですよ。ぐーっと反対の外枠までこのまっすぐをまずひたすら刺しました。はい、ここまで来ました。そしたらここまで来たら、ここの三角形の今途切れてますけどね、この中身を刺した。次ここの三角形のこの中、これを刺した。で次ここからぐーっといってここの三角形の中を刺した。はい、次ここからぐーっといってここの三角形の中を刺したっていうのをこう繰り返してやっていって、今ここ、はい、今ここで途切れてますねっていう感じです。なのでここ大まかに言えばここやってここやって、次はまたこの空いてますよね、ここの対になってる、今言ったところの対になってるところ、違う違う違う、こう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 もうそれでも私今間違えましたもんね。
そうそう、対になってるとこだから、こっち来て、次こう来て、ここの三角形やって、はい、ぐーっと来て、ここの三角形やって、はい、ここぐーっと来て、ここの三角形やってっていうことを繰り返すと、ずーっとこっちに来れるんですよ。こっちまで来れる。で、そうすると、ここと同じような、今ここはもう差し終わってるんですけど、同じようなことがここでもね、できるっていう大まかな流れです。これ、私変わり飛車門亀甲でも今の流れ同じような感じでやってます。もちろんその三角形の中身の線の入り方は変わり飛車門亀甲は違ってきます。なのでこう違う模様になるんですけど、今言った糸の流れ、三角形の中を埋めていってジグザグジグザグ埋めていってきて、折り返してジグザグいってっていう大まかなことは変わり飛車門亀甲も同じなんです。だからまあ、あの時にああいう流れで指したことをヒントにして、こっちの気球朝の方をやってるっていうことですね。あれがね、ヒントになってるんですよ。あ、だからあの時こういう流れでやったから、あ、これでも同じようにやればいいんじゃないかなって思ってやったんです。これが大まかな指し順です。じゃあ、ここからもうちょっと細かく話していきますね。はい。ちょっと、糸というか、そうそうそう。指抜きとか準備しますね。はい。私のこのお気に入りの、この、ちいかわちゃんの缶に入れてますので、あ、これ前もね、ご紹介しましたよ。これね。こういうのにね、入れてますので、はい、今準備してますね。はい。では、じゃあ、刺しながらやっていきますね。ということで、じゃあ、こっからはもうちょっと、細かい、じゃあ三角形の中をどう指してるのと。ざっくりはこういう流れでいてきてっていうのは言いましたけど、今度はこの一つ一つの三角形の中身をどうやって指してるかについて話そうかなと思います。では、まず今、ここから糸が出てるんですね。でここが糸出てるのはどっから来たかっていうと、ここです。ここを指したんです。ここをまっすぐ来て、この交点を通ってここまで今来ました。だから大まかに言えば、ここのゾーンに来る前に、こっちの三角形の中を刺したんですよ。この三角形の中を一通り刺したから、次、ここの線を通って、次のこの三角形に来たんですっていうことなんです。じゃあこの三角形の中を私はどう指してるかっていうと、今ここまで来ました。そしたらですね、じゃあなぞっていきますね。まずここの中の小さい三角形のここの線、こういう風にいきますね。はい、ここまで行った。行ったら次、ここです。ここね。ここを中心に向かっていくんだけれども、ここで私は折り返します。進むけど突っ切るのではなくて折り返します。折り返してこのまた三角形のここの短いね、ここのラインですね。ここラインいきます。で、それで次、ここね、間違いポイントなんですよ。こっち行っちゃうとなんとなくこっち行っちゃいがちですけど、そうするとね、ここが残っちゃってるんですよ。ここね。だから、ここまで来たら、こっち行くんじゃなくて、ここに来るんですよ。ここを縫って、そしてここを戻るんですよ。ここ戻ってあげないと、ここが残って後からまた大変になっちゃうんで。で、そこまで来たら初めてこっちに行く。です。ただ、まあ、わけわかんないと思うんですけど、でも、このパターンの繰り返しなんですよ。今のパターンが分かれば、こっちでも同じ。まあちょっともう途切れちゃってるからないんですけど、はい。ここのパターンがそうだったら、例えば、まあこれは後々もっと後からやっていくんだけど、ここも同じなんですよ。で、ここの三角形も同じなんですよ。そう。だから今言ったここのパターンが分かれば、ここも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 全部今のパターンの張り目の入り方も同じなんですよ。ただ、
迷わずいけるかっていうところとか、そういうところがねかかってきますね。じゃあ今のルートで実際に針を進めていこうかなと思います。じゃあここの針目のパターンですよね。ここは私はこのちっちゃい三角形は表から2目見えるように刺してます。はい、ここで一旦針を入れてあげて、で、ここからは細かくやる感じになっちゃうんで、どうしても一目入れたら針抜いてとかになりがちです、どうしても。で、ここで一目こう針入れてあげると、ここで入れてあげると、ここに2目入ったことになるんですよね。表から見て2目入ったことになる。三角形はそういうパターンで刺してます。で、次のこの直線も表から見て2目見えるようにというパターンで私は刺します。そして今針出したんですけど、ここの最後の一目がここの交点の中の一つを担うことになるので、ここの長さのバランスも考えます。合うようにね、馴染むような針目の長さでいきます。で、ここも一旦引いてあげて、整えますね。そしたら戻るんですよ、ここで。戻るから、一目入れてあげて、ここで一目入れてあげて、ただ裏には突っ切らないです。ここね、裏から針出ちゃうんで注意ポイントになるんですけど、ここはね、さらしとさらしの間に今先端が入ってる状態です。で、そのままここのちっちゃい三角形の接点のところに私は針を出してあげたい。で、そのために私は、ただここをちょっと波描くように私は針を進めるのが好きですね。はい。ただまっすぐ行くのではなくて。で、今こう針出ました。ここから出てるんですけど、裏から針は見えてないんですよ。さらしとさらしの間に通してるから。で、ここで一旦引いてあげます。で、ここも、要するに折り返してるんですよね。なのであまり引きすぎちゃうと、つれちゃうんで、布が引っ張られちゃうんで、これくらい私は残してあげて、ここから微調整かけます。引きすぎないように。でも緩すぎないようにっていうことですね。で、引きたくないところは、針を持ってる手の反対の手で押さえてあげて、ここを押さえてあげて、ここでキュッと引いてあげます。キュッ。引きたくないところは引きすぎずにしたいので、ここでまず止めてます。だけど、ここ戻るから、一体化してるように見えたいんですよね。あたかも一本ですよみたいな感じに見せたいので、ちゃんとは引きたいんですよ。っていうのがあって、そこのポイントだけを押さえてます。で、今戻ったことになるんですよね。ここの中のちっちゃい三角形のところに今の先端から糸が出てる感じになってるんですけど、これ裏から見ると、ここなんですよ。ここ。だからここをですね、あたかも、ここまっすぐ刺してますよみたいに見せられるかなんですよ。本当はこれ折り返してるんですよ。両方。こっちから来てこう折り返して、こっちから来てこう折り返してるんだけど、あたかもこうやって刺しましたけど、みたいに見せられるかがポイントなんですよ。私こういう作戦、刺し順よくやりがちですね。だからここができるだけ一本に見えるようにしたいんですよ。そういうことがあってさっきほら、押さえてをキュッと引いてみたいな話をしたのは、ここがね、一本に見せたいからです。こういう感じ。はい。まっすぐ刺してるようで刺してはない。でも見せたいっていうラインを狙ってます。はい。ではまたここ続きちっちゃい三角形のねところを表から二目見えるように針を入れてあげます。はい。
で、そうすることでここがくの字、もうすいませんね、このね、糸と、もともとの、糸と、この差し子する部分の線の色がね、近すぎるので、もう針目がよく見えなくて、本当申し訳ないんですけど、ここがね、くの字になってるんですよ。ここをしっかりつけてあげて、この小さい三角形を三角形に見せれるかがポイントと私は思ってます。はい。で、ここが迷いゾーンですね。なんかここまで来たら、なんとなくこっちにね、進みそうになるんですけど、でもね、ここをね、空いてると後から困っちゃうんで、ここを忘れずに戻れるかがちょっとポイントかもしれないですね。どうしよう。ちょっと猫様が起きてきてしまったな。集中力が途切れてしまったな。でもね、ちょっとね、無視もできませんので、猫様ファーストで我が家ではやってますので、せっかく来てくださったので、どうしましょうかね。どうしましょう。来た、来た。特別ゲストが登場しました。どうしましょう。すみません。ダメですよ。これ以上は乗らないでください。すいません。はい、はい、お膝の方に乗っていただけますか。すみませんね。はい、はい、はい。はあ、はあ、積極的でしたね。はい。あダメダメダメ。ちょっとね、積極的だ。積極的だ。困った。困った。困った困った。ああ、今日はどうしよう。困ったな。ねえ、そんなね。こっちの事情でね、あっちに行ってくださいとも言えないから。さあ、なので余計に今日は分かりにくい動画になってしまってほんとすみません。いや、普段はね、今寝てる時間だから来ないんですよ。でもね、私今ね、早朝に撮ってるんですよ。まだ、なんていうかな、しっかり昼寝タイムに入ってない。どうしよう。じゃ私をこっち向いてるから、私をこう、ガン見してますね。どうしましょう。困った。困った。猫様タイムに入ってしまった。そうそうそう。なので、私が今日早朝に撮ってるがゆえに、早朝というか、猫様が朝ごはんを食べ終わり、ライブ配信をし、で、ちょっと私も、さっと朝ごはんを食べた、そのすぐ後に撮ってるんですよ。なぜかというと、こういう朝に撮った方が、自然の日差しが入るということと、あとは誰からも連絡がまだこの時間なら来ないだろうとか、そういう時間ですね。いつ何時急にお呼び出しがかかるかわかんないので、安心して今の時間ならでもかかってくるかもしれないけど大丈夫だろうって思う時間に撮っております。なのでまだこちらのね猫様がお昼寝にしっかり入る前の時間にやり始めちゃったから、こんなにあんまり来ないんですけど、今日はかなりしっかりめに登場してくださったので、どうしましょう。じゃあちょっとお膝の上に来ていただけますか？よろしいですか？お膝の上に。すみません。お膝の上の方がふかふかしてるから。こっちほら、硬いから。ね。よろしいですか？はい。じゃあちょっと。はい、はい、はい。じゃあちょっと、はい。じゃあこっち抱っこしますね。はい、じゃあ移動お願いします。はい、はい、どうぞ。はい、すみません。はい。じゃあお膝の上来てくださいね。はい。はい。じゃあ、一旦ちょっとリセット。
はい、リセットして、はい。はい、猫様にね、移動いただきましたので、気を取り直して、集中力が途切れてしまいましたが、続きをやっていこうと思います。はい。はい、ここですね。ここまで来て、この三角形のこの角のとこですね。ここに一目入れてあげると、今差し越したとこが表から2目入ることになるんですよね。で、この角に入れてあげることで閉じるんですよね、最終的にはね。で、ここの角に入れてあげて、で、こっちも同じように表から2目入るようにはしたいんですけど、一旦ちょっと私はここで出してあげるんですね。一旦ね、一旦ですよ。本当はこれ出さないです。出さないんだけど、一旦出します。で、まずここの一目のところを緩すぎず、きつすぎず引いてあげて、で、ここは、針目の目安を測るために一旦表から私張り出したんですけど、これはね、本当は裏に張り出したいので、今糸を出したところと同じところに、ここね、ここ、今糸を出したところと同じところに入れてあげます。で、一目だけ。これ裏も針あえて出してます。ここですね。ここが今針見えてるんですけど、裏に一目見えるようにちょっとねバランスを考えてもうちょっとバランスをよくしますね。これくらいかな。はい。裏に一目見えてます。で、ここで引いてあげることによって、はい、ここね、ピッとしっかり引いてあげます。引いてあげると表からはまだね針目は見えてないんですけど、裏には一目見えてます。ここです。そしてはい、くるっと返しまして、ほらくるっと返すからくる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 いっちゃうんですよ、今回はね。で、ここ表から見えるように針を入れてあげまして、ここに入れることによってこの三角形のここの角の部分が閉じました。で、あとはここに針を入れてあげることによって表から2目見えるように2目見えるようなパターンになります。はい、ここ引いてあげて、はい。そして次、ここで一目入れてあげることによってこの頂点のところをねしっかり揃えてあげましてですね、閉じるような感じになりますね。そして次この直線表から2目見えるように針を入れてあげます。で、ここの交点まで来ました。で、このままぐーっといっちゃってもいいんですけど、ここだいぶ線の重なりが集まってきてるので、一気に越えちゃうのは窮屈なので、私は一旦裏でここは抜いてあげようと思います。はい。じゃあ分かりやすいように引き切っちゃいますね。引き切って一旦整えますね、ここで。はい。で、引いてあげて、そういうことによってですね、今何をやったかっていうと、ここの三角形の中に入ってるこの模様線、ここを一通り刺してあげることができました。途中で猫様乱入したので、集中力が途切れてしまって申し訳ないんですけど、ここのパターンは今言った流れになります。これ繰り返してやっていきますので、今日5回目の動画ですから、6回目も同じようにやっていきます。はい。で、今、ここの交点の裏の山を
こですね。ここを超えてあげました。超えましたので、あとは同じように表から2目見えるようなパターンで刺しまして、ここの途切れてますけど、外枠にかかってるので途切れてるんですけれども、小さい三角形の中の角の部分がここにねかかってるんですよ。そこの部分になるので、ちょうど角の部分で糸を出してあげます。こういう感じです。もう今日は刺し子はここの一箇所だけにしますね。もう大きな流れ振り返りをして、大きな流れを今回のね刺し順の大きな流れを話して、そして具体的にこの三角形の中を刺し子する。それで今日だいぶ時間がもう30分くらい経ってますので、今日はここまでにしようかなと思います。ただ今言ったことの繰り返しになるので、今ここのねパターン、これをとにかく効率のいい順番、糸を切らなくてもいいような効率のいい順番でもうひたすら次々やっていくっていう感じですね。それをもうちょっと次回は進めていきますけれども、今はこの全体的に見ていただいた中でのここの三角形の中をやりました。で、次今ここに糸が出てるので、ここのね三角形のこの端っこにかかる部分やります。これをやったら外枠糸を重ねまして、同じようにここをやって、この三角形の中やってぐーっと突っ切って、次ここの三角形の中、そしてここ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 ってやって、反対の外枠まで今の流れで進んでいくと、ここと同じようなパターンでここも埋まっていきます。裏からもね見ていただきますね。今ここの途中です。ここゾーンのここの途中なので、今言ったようにこう三角形をジグザグジグザグって埋めていくと、ここのパターン、ここですね、ここのパターンと同じような感じでこっちもできます。それをあとねひたすら繰り返していくんですよ。であとここもね埋めていきますね、後にねっていう感じです。はい、今日は途中でだいぶハプニングがありましたので、本当私も集中力途切れて申し訳なかったんですけれども、4回目の動画は違います、5回目ですね。5回目の動画は以上となります。はい、もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。